もやもや探検。こんにちは、ルンです。今日はもやもやに隠れている宝、心の声についてお話ししたいと思います。なんでもやもやに隠れている心の声を見つけるといいのかっていうと、人生を楽しみたいって思った時に、自分の人生を楽しむにはどういうことを自分が楽しいと思ってるのかとか、自分がどういうことを望んでいるのかとか、自分がどういうことに喜びを感じているのかっていう自分のまずは望みを知ることが大事なんですね。それは誰も教えてくれないからです。自分の心の声は自分しか聞けないからです。例えば、じゃあ私があなたに、あなたの心の声、あなたの望みは、じゃあハンバーグを毎日食べることですよって例えば言ったとするじゃないですか。そしたら、それが本当にあなたにとってのハッピーかどうかなんてわかんないし、そうじゃない可能性の方が高いですよね。だから、自分の幸せって自分にしかわかんないんですよ。誰かに決めてもらえないんですね。これがあなたの幸せよとは。そうやって言う人はいると思いますよ。自分の固定概念で幸せとはこういうことだからこれをやるとハッピーだよっていう人はいると思うし、私ももやもや探検をやってすごくハッピーになったからこれをあのややってみてってすごい言いますけど、でも結局はあなたのハッピーはあなたしか感じられないし、本当にあなたの喜びはあなたしかわかんないので、だから何に対して自分が喜びを感じるかとか望んでるかっていうのを、が心の声なんで、その心の声を自分で聞くっていうのが人生を楽しむ上で私は最強だと思っています。心の声を常に今どうしたい、今何したいって聞くことによって意識を今に持ってくることができます。だいたい何かに不安になってたり、何かに悩んでたりすることは結構意識が今じゃなくて過去とか未来かどっちかに偏ってるってことが結構多いんですね。で、あのじゃあ今あなたが特に今モヤモヤしてることは何ですかって聞いた時に、じゃあ今の現状、今その怖いことが起きてるのかって考えた時に、いや私は将来こういうことが不安でこういうことが起こるんじゃないかって思ってるとかね、とか過去に私はこういう環境で育ったからこういうことがあったから今モヤモヤしてるんですって。で、じゃあそのモヤモヤした過去にモヤモヤした未来にモヤモヤしたじゃあそれをじゃあ今どうしたいってそれも聞くんですよね、自分に。そしたら、じゃあ過去こういうことがあったけど、じゃあ私は今どういう気分でいたいとかどうしたいって思った時に、じゃあ過去の事実はもう変えられないから、じゃあ今その過去をどう思いたいかとか、あの、あの時があったから今があるって思いたいっていう心の声がもしあるんだとしたら、じゃああの時があったから今があるって思うにはどうしたらいいんだろうとか、どう思ったらいいかなっていういい気分の思考を探すとか。じゃあ未来に対して何かモヤモヤして不安に思っているとしたら、じゃあそれじゃあ今どうしたいのか。今はじゃあ安心を感じていたいっていうんだったら、じゃあそのモヤモヤを見ないことにするんじゃなくて、じゃあなんでそういうふうにもやもや心配するのかなって、本当はどうしたくて、じゃあ例えば安心を感じたくて、じゃあ何を問題と思っちゃってできないのかなって、じゃあそれって何が問題って聞いてあげるんですね。そうすると、じゃあ例えばこれからえっと
今やってる仕事がすごく今嫌でもう辞めたいんだけど、辞めたとしたら将来お金がどうなるか不安だとかいう、そういうモヤモヤだとしますよね。そういうモヤモヤの人多いと思うんですけど、じゃあ今どうしたいのっていうことなんですよ。じゃあその不安に自分のエネルギーをずっと取られていたいのか、それともじゃあ今何ができるかな、どういう仕事だと自分が嬉しいのかな、喜ぶのかなとか、でそういうことを自分を知る手がかりにするとか、じゃあ自分でビジネスをしたいって思うんだったら、やったことないことって大体不安なんですよね。どんなにモヤモヤ探検しても最後に残ってるのはやったことないからっていう不安なんですけど、それはもうやることでしか解消されないですよね。で、そこに行くまででもモヤモヤ探検できることはたくさんあると思うんですよ。じゃあ会社を辞めて、今の職場を辞めて、じゃあ自分でビジネスをしたいってなった時に、でもうまくいくか不安って思うんだったら、じゃあその心の声は、じゃあ収入が入ってくるようにするっていうことなんですよね。そしたらじゃあ今それに向けて今何ができるかな、何をやりたいのかなって。で、そこで心の声を聞いてあげる。そしたら、ビジネスを誰かに習うとかでもいいだろうし、じゃあちょっと本屋さんに行って企業関係の本を読んでみようとか、じゃあいろんな人を見渡してみて、ああいう働き方がいいなとか、あえてどうやってやってるんだろうって、じゃあちょっとその人に聞いてみようかなとか、いろいろできることがあると思うんですね。あのもやもやに隠れている心の声を見つけるまでは、もやもやって本当にすっごいエネルギーを食い潰すというか、すごいエネルギー取られちゃうんですね。だからこそ本当に見ないようにするんじゃなくて、一旦向き合ってあげれば本当に同じもやもや来なくなったり、すごくちっちゃくなったりするので、もう向き合っちゃうのが早いかなと思います。で、向き合ったところで今何を望んでいるのかっていうのがわからないときは、もやもや探検の基本に戻ってもらって、脳の自動検索機能に自分が知りたいワードを入れておいて、あとは自動的に自分をご機嫌にしてくれることにご機嫌にしておいてもらう。そういうふうにしていると、もやもやしている状態でもご機嫌でいられるので、今ハッピーでいられます。だから心の声、今どうしたい、今何したいって、どんどん今自分のしたいこと聞いて、心に聞いていくんですけど、あの未来のことに対してもこういうふうに私はやっていきたいってもし思うんだったら、そこに出てきたモヤモヤ不安とかをほっとくんじゃなくて、じゃあどうしたらその不安を解消できるんだろうって、今できることって何かなって、そっちにエネルギーを向けていくと、どんどん自分の望んでいる生活とか仕事とかにあのつけると思います。私は会社を辞めて今4年ちょっとなんですけど、起業っていうのは本当に心の声を聞く連続なんですね。本当に会社で雇われてた時よりももう自由度というか、選べる範囲が半端ないですよね。全部選べるから。だからこそ起業したいなって思う人は特に心の声を聞けるようになっとくと、自分でこれがいいっていうふうに選べると思います。これはすごく大事で、本当にね、この世の中すっごい情報とかいっぱいあるから、例えばね、ビジネスにしてもたくさん、マーケティングにしてもたくさんの方法があるし、じゃあそのどのマーケティング方法を使おうかっていうところでも、であの人はこれがいいって言うけど、私はその方法が嫌だとか、でも私がこの方法がいいなと思ったらその方法がいいよっていう人も絶対いるわけで、だから
情報がありすぎて心の声聞いてないとすごい迷うと思うんですね。あの人はこれがいいって言うけどあの人はこっちがいいって言うしみたいな。そういう時に答えはどこにあるかってもう自分の心の中にあるので、自分がどうしたいかでそのどうしたいかに合わせていい気分の思考を選んでいって行動していくっていう感じですね。なんか本当に別に起業をおすすめしてるとかではないですけど、会社の一員とか組織の一員として、やっていく仕事が合ってるっていう人ももちろんいると思うし、職種によってはやっぱりそういう組織で回ってるところとかも結構多いと思うので、起業がいいとか勤めるのがいいとか別にどっちがいいとかそんなんないんですけど、それもどうしたいか自分で選べるんですよね。どういう働き方をしたいとか、どういうビジネスを作りたいとか、どういうお客さんに出会いたいとかも全部自分で選べるので、それは全部心の声を聞かないと分かんないと思うんで、まず日々の心の声を聞く。私はどうしたい、私は何が嫌、私は何に楽しいって感じる。そういうちっちゃいことからどんどん聞いていくと、本当にいつの間にか人生が変わってますので、日々嫌なことやめてやりたいことやるっていうのを心の声を聞きながらやってってもらうといいなと思います。はい、別に自分の心の声を聞くのが自己中とか、誰かに迷惑かかるんじゃないかとか、そういうの思うかもしれないんですけど、そこも心の声なんですよ。じゃあ、私は心の声を聞いて行動すると誰かに迷惑がかかるって思うとするじゃないですか。そしたら、じゃあ、誰かに、例えばその特定の人に迷惑かけるなって自分が思ったとして、でも私は迷惑をかけたくないからこうするとか、それも心の声だと思うんですね。だから、本当にどうしたいかなんですよ。その自分のどうしたいかによって、いい気分の思考は無数に選べるし、行動が心の声によって変わってくるので、まずは自分らしく生きるためにも自分の人生を楽しむためにも、自分が自分をハッピーにしてあげるためにも、まず心の声を聞くっていうのをぜひやっていただけると、本当にどんどん、楽になると思います。この楽っていうのもね、人によっては楽しちゃダメなんじゃないかっていう固定概念をすごい持ってる人もいると思うんですけど、私は楽が好きなんですよ。どうやったら楽して自分のエネルギーを出せるかっていう、それはやっぱり自分がやりたいことに対しての行動を邪魔するような固定概念モヤモヤを、外していくことだと、手放していくことだと思うので、それは日々心の声を聞いてモヤモヤ探検して、自分は本当はこうしたいんだな、でも過去の固定概念でこういうふうに思ってたんだな、じゃあそれはもう新しい固定概念に置き換えて手放そうっていう感じで、どんどん自分が自然体でエネルギーが出る状態にするようにしているっていう感じです。だから楽するっていうのは、罪悪感とかやる気出さなきゃとかやらなきゃっていうハフトゥじゃなくって、want to やりたい、自分が本当にやりたいっていう心の状態で行動するっていうことです。だから行動しないっていうことじゃなくて、やりたいことに対して行動している心と行動が一致している状態を私は楽と言ってます。楽なんで自然体でいられるからです。はい。ぜひ心の声を
聞いてみてください。はい。じゃあ今日はこれで終わります。もやもやに隠れている宝、心の声でした。ありがとうございました。ルンでした。